ざいます。ご飯が残るやん。残ったら冷や飯なんていうか普通にこう使えんくなるけん、それをチャーハンにしてお弁当のね、ご飯に切り替えるわけ。炊きたてやったらそのまま白ご飯使えるけど、こういうのをよくしとったらこうご飯とか残るやん。そういうのはこうもったいないけど、ちゃんとそういうふうにしとかなるべくこうロス出さんようにね、しとかんといかん。唐揚げのこう素取りみたいな感じ、酢豚の鶏版みたいな感じ。我がで作ったお惣菜を陳列しとるとこからこう取ったりしてお弁当の具材にこうするみたいな。でも天候が悪いけね、こういう時でおばあちゃんたちが来んもんね、歩いて。だけね、めちゃくちゃ弱いんよ、こういう日ってこういう店。暑い人がね、おばあちゃんも絶対来んけん、倒れるやん。天候によってほんと左右されるよ。これ以上ない。
けこういう瞬間冷凍とか真空調理器とかがいるわけ。体一つやけ夕方ぐらいには帰りたい。営業中にするけど、ね、社長業もあるけど、なるべく夕方までに終わらせる。山笠も出られてるんですか？いや、出てない。いっぱいかかっとけやろ。出てない。山笠好きやけど、俺はお尻を出せる。雰囲気あっていいやん。ああいう飾りって毎年違うやん。センスとかもでいろいろ変わっていくけん楽しい。で後輩とか出てる人たちからもらってる。営業終わって入れっぱなししとったら煮詰まってから味が濃くなるやん。辛くなるけん揚げて帰ってでだしを朝干してでまた入れるわけで、これに新しいものとか入れていったりとか、おでんって染み取るやつと染みてないやつとかあるやん。そういう感じ。あんまり染みてない方がいい人たちもおるけん、そういう人たちに新しい方をまた足してって具材を足してって入れていって、濃ゆすぎるとかね言われることもあるしね、染みすぎとったら。大根とかも前もって湯がいててね、でもう下準備して、だけどここのお弁当のとか陳列のお惣菜の冷凍も俺が作って、で真空して冷凍、瞬間冷凍か全部手作り？ほぼね 95% ぐらい。追いつかん時もあるけん、たまに規制も若干入れながら、でも規制を味付けし直すとか、そういう形するわけ。キネヤっていう隣のお店もずっと23歳の時から始めたんやけど、キネヤブランドってもうここら辺で言ったらものすごい強いけん、キネヤの味付けっていうか、それでやらんと意味がない。親父がもともとキネヤをやっとったんやけど、お前やらんやみたいな感じで始めたのが23歳。1年半前に作った。コロナ明けにもう1店舗違う店舗作ったんよ。そこに子供たちが集まれる場所を作ろうかって言って、駄菓子屋と同じような弁当惣菜出せるようなお店をちっちゃいのを作って、子供たちにここもそうやけど100円でうどん食べさせようとよ。学校終わったらここに集合みたいな感じの場所作ってやろうって言って、そういうのを松島っていうところで作ったんよ。1個が大きいですね。大きいね。どんどん大きくなっていってしまって、やめられんくなってきて、今更ちっちゃくできんくなって、それでお客さんが来てくれたらありがたいしね。これ全部切ったら1日半ぐらいなくなるかな。土日とかやったらこれ1日でなくなる。大きく切りようけ全然儲けとか何もないもん。商売下手いなって毎回思う。これをあと唐揚げの僕のレシピのタレを絡めて1日漬け込む。生姜、にんにく、醤油、酒、そんな感じで味付けしていく。はい。300円でいい？なんかそんぐらいでいい。大体なんですか？大体でいいと思う。原価だけとりあえずあらかた言うのにね、パック代まで入れて。主婦が基本買うけ、みんなが買いたい金額につけりっていう感じ。あんまりにも安かったりすると、ちょっとそれ安すぎないっていうふうに言
も夕方とかはもうほぼ主婦やね。スーパーの夕方と一緒で惣菜を買いに来るっていう人たちがたくさんいるし、まあお昼はサラリーマンの人もお弁当買ってここで食べられたりとか、そういう感じよね。夕方だとあと子供がわさーってここで駄菓子食べながらうどん食べながらゲームしたりとか、めちゃくちゃしつけされとるけどね、僕に厳しいけど。最初の温度が肝心でね、だったら入れた時に衣が外れる。最初にパチッと固めてやって、油っていうのも中で温度差があるわけ。少し動かしてやったりとかして、なるべく油の温度を同じ状態に保つ。そうするといい感じに上がりだす。このぐらい揚げて、まだ中火が通ってないんだけど、二度揚げするために一回放置します。これが一番上だ。そうやな。これ取ってそこの足元。これは熊本のラオウ。いろんなラオウがあるっていうか、ラオウでも甘いやつと甘くないやつやっぱ今多いもんね。でも黄色のラオウは本当に美味しいね。いいんやけど、ババがね。早めにこうやってこういうので冷ますとね、餅がいいんよね。例えば葉物とかほうれん草とか炊いたりとかするやん。色が飛ばない。なおかつ長持ち、日持ちする。そしたらめちゃめちゃ日持ちするし、これをあとバックすればいい。いります。
気をつけてお持ちください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。引っ越してきたばかりですよ。今日はちょっと街探検。全部美味しい。お近くなんですか？はい。時々病院に来た時にじゃあお弁当が。隣から薄口もらってきて。薄口。箱崎古式だしっていうあれで僕らやりよるから、うちのうどんだしをこう使ってさらにこう隣で使ったカツオのだし殻とかをこうやってこう入れていくわけ。食べた時にこうカツオの風味っていうか、それとなんかわってこうくるような形で作っていく。こういう感じでこうこのだし殻をこう取ってる、循環させてロスがなるべくない状態で、なんかこうこれやりだして分かったの。工程っていうのはこう機械でこう調味料なとかこう入れていく、誰でもできる調理なの。これらやってるのは料理人が作る料理なの。だからそこにこう差が出る。味付けとかもこう僕がずっとやっていくから、こう味が全然こう違うわけ。キネアの味っていうか、こういったのをこう作っていく。あれですね。隣に焼肉もします。和牛とかの筋とかが出るけど、これをこっちがですね